今日はこの心拍文人っぽいやつと吹き流しっぽいやつの素材がありますけれども、こちらシャリを入れてたのがまた肉巻いてきたので、そちらの処置したいと思います。これは挿し木からこんなんでもちょっと時間は経ってるものなんですけど、ひょろっと文人にしたやつで、幹が結構単調に曲がってたので、水水もまっすぐだったので、その線を無視してちょっと模様がつくように、ねじれを演出するように削りを入れたものが一つあります。最初はちょっとね、削ったばっかりの時は不自然だったんですけど、ちょっと馴染んできたらなんかそれっぽい木だなっていう風に少しは見えてくるようになりました。これもちょっと治ってきてるから少し削り直し、こちらも以前動画にしたんですけど、板みきにしようとして両方削っているやつ、これもまたもう塞がりそうになってきてます。削られた分頑張って吸い上げしようと思ってですね、またお肉が戻ってきてますので、これをまた削り直して、もっと太い板みきにしたいなと思っています。表はこっちを考えてます。吸い上げはもう結構直線的に流れていたんですが、ちょっとシャリが見え隠れさせるようにしたくて、こっちに少し見えていて、こっちから少し見えてるような感じに人工的に削っておりました。固めのナイロンブラシで少しゴシゴシやって汚れを取って、久しぶりのチョークでちょっと多分削り寄ったらなんかわけわからんくなる件が、少しわかるように、見失わんようにどこ削るっていうのを少しマーキングしておきます。ちょっと小さなとこなんですけど、ここが厚いのでここをもうちょっと薄くしたいんですよね。だからこの部分は少し広げるようにしてもう少し削りたいと思っています。でここはちょっとそんなやらん方がいいと思うけん、この辺は上がってきた肉をちょっとまた削り直すぐらいの感じにしといて、この辺は少し削り足すって感じかな。ここはいいか、このくらいで少し今日はこのくらいにしておきます。よいしょ、溶けてる。白く削ったところをさらに削る。これやるとシャリのなんか筋みたいな、なんていうんですかね、模様が入って、一回削るより断然なんていうか見どころになるらしいです。なるんですよね。この辺もね。でここが本当はまっすぐこういくんですけど、ちょっと斜めに甘皮形成層を少し出しながら、斜めに意識しながらこう切り込んでいく感じです。あれですね、今日撮影してるのは8月の4日なんですけど、もう少ししたらもう立秋、暦上は秋ですよね。なんかそういうのを思うと頑張れるっていうか、はい、はい、はい、できた。とりあえず粗削りした感じ。どうでしょうか。さっきよりこっちの流れ、後ろ回ってこっち来てんだろうなっていうのが分かるようになりました。なったと思います。はい。あとはこの真ん中のところをちょっとね、やっぱり削ったりとかした方がいいんで、筋を出すようにね、ちょっとこの中でも模様を、凹凸の模様を作って、ただひんむいただけじゃないぞっていうところを見せたい。本当はやっぱりそのね、自然の筋
って作った方が自然だし負担もかからんと思うんですけど、これはちっちゃいので比較的ちっちゃい木なのでそういうわけにもいかず、それでもちょっとやっぱりねじれた感じ出したかったのでこういう風にやりました。損菓子やっぱあんまり一気にこういうことやるとやっぱ吸い上げの線をことごとく立ってしまうので枝枯れもしやすいですし、一気にやらん方がいいんかなと思っています。で再度この縁の甘皮というか形成層のところ、これから治っていくところはきれいに削り直しておこうかなと。よし、工具でちょっと溝を作りながらシャリの模様も入れてみました。今回はこのくらいにしとこうと思います。私継ぎ木テープでやってみたりとかもしたんですけど、掃除したら取れるんですけど黒カビみたいなのがこびりついちゃってちょっと気持ち悪いので、やっぱりこれちょっと戻しすぎたんですが、これラフィアですね。これを使いたいと思います。これがやっぱ綺麗に傷も治るし取った時すごい綺麗なんですよね。これを適当に広げて重ねて広げて平べったくしてって感じかな。こいつにね、まずはこう通して引っ掛けて、この辺でギュッと縛り上げていく。これは保護するためですね。すごい手が広いながら熱い汗がよいしょ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 。ほい、これでいいかな。今回のシャリ入れはこれで OK です。でこっちもあったんですけど力尽きたので次回に回します。